長尾さん今日いいや、いて。もうちょっと、こっち行けます。落合さん見えますか？後ろの建物。見たくないです。ちょっと相当巨大な廃墟が奥に潜んでるんですけれども。いや、ちょっとでかすぎるって。実はですね、愛知県の視聴者の方から、家賃の安い部屋向けにですね、一通投稿がございまして。蒸発した友人から送られてきた動画です。肝試しに行くと言っていたので、おそらくその時撮ったものかと思われます。動画には友人ではなく黒い人影が映ってます。それと友人からこの動画と一緒に実況のようなメッセージが何通か来ました。スクショをお送りします。今までで一番でかい廃墟かも。迷路みたいで迷う。このホテル黒いおじさんが住んでる。違う。屋上でぶら下がってる。それ以来友人とは連絡が取れません。火事の原因って何なんですかね。火事というかその昇進、その真っ黒い人。もともとホテルにあったものなのか。2003年。2003年。ああ、変容した年の。何か部屋なのかな。1階畳部屋。うわ、ちょっと待って、すっごい分かれ道が。どこ行ってどう繋がってんのか分かんねえな。この先は増築だ。こっちもじゃあ増やしたんだ。うわ、やばい、これちょっと分かんないぞ。なんすかこっちから壊した。ちょっと待って。さっき建物あれこれ建物っすよ。あ、いや、ここ見てない。こっちにも建物がある。こっちがそうしたら旧館かもね。ゾゾゾという内容のお手紙をいただいておりまして、ビデオを撮った友人が蒸発、音信不通になってしまったと。で、最後に取った連絡が肝試しの実況だったらしくてですね、このホテル黒いおじさんが住んでる。これがちょっと気になりまして、非常に。今足音聞こえました。大丈夫だと思う。大丈夫。続きましょう。で、黒いおじさんが非常に気になりまして、番組の方で愛知県の廃墟特定しまして、本日やってきております。それがこれ。これから我々が向かう場所、愛知県羽津郡で営業していた廃ホテル、三秋園ホテル。こちらは1965年4月に開業、2003年に閉業しまして、その後火災が発生し全焼したそうです。で、開業当時は全24室だったそうなんですが、後に増改築され320名収容の大型ホテルとなったそうです。廃墟となった三秋園ホテルでは、時折建物内から謎の発光体が目撃されているそうです。ただですね、どれだけ調べても黒いおじさんの噂は見つからずでして、おそらく多分黒いおじさんについての記述がないので、番組でいただいたお手紙だけなのかなっていうところではあるんですが、今回特別に撮影許可をいただきまして、三秋園ホテル内部へ潜入して黒いおじさんの謎に迫っていきたいなという回になっております。入んの？大丈夫そうですか？いや、無理だよ。ということでですね、まずは三秋園ホテルの入り口がこちらの正面奥になっておりまして。いや、ちょっと待って、これ相当でかいぞ。いや、でかいし、すごい、霧がすごくて。そうなのよ。もう雰囲気がやばいですよ。これでも相当でかい廃墟ですよ。でかいね。横幅がまずめちゃくちゃ広いのと、結構上もあるね。高いですよね。うん、高さがある。見てください。奥映ってますかね。あれが正面入り口ですね。なるほど。うわ、雰囲気あるね。うわー、いや、ちょっと待って。近くで見るとマジででかい。書いてあるね。三秋園ホテル。三秋園ホテルって書いてありますね。いや、書いてありますよ。ここに蒸発してしまった友人が肝試しに来たと。そこから連絡が取れてないんだよね。そうですね。ということで、我々正面入り口まで潜入してまいりましたが。うわいや、もうね、完全にー。火事の後ですよ、こんなの。燃えかすがあるね、やっぱり。火事の原因って何なんですかね。不審火かもしれない。まあ、コンクリの部分が。何怖い。うわ、ちょっとやめてよ、急に。葬式とかに使う垂れ幕、白黒ですね。でもこれを焼けてないな。
うん。くすんでるけどね、焼けてはないね。だから、葬儀が執り行われてたってこと？か、いたずら、持ち込まれたか。いたずらに作られたか、何か目的があってやったか。まあでもどっちにしろ多分これは火事の時ではない気がしますね。これはちょっと、どうした？多分これ葬儀書類箱みたいな。本当だ、セレモニーって書いてある。でもこれは焦げてるな。ちょうどマークの足元にも膜がありますね。本当だ。でもここら辺はもう完全に多分このろうそくの箱とかもそうですし、これホテルとして営業終わった後にセレモニーとして貸し出してた。そこになんか、多分、経った年代とか書いてんじゃないこれ。1965年4月に開業。竣工が昭和40年。昭和40年にできた建物。昭和40年って何年？その1960。65年。じゃあ、あってはいますね。うん。なんかさ、ちょっと待ってね、ごめんね。めっちゃライトの光が弱くなってる。電池変えてませんでした？なのにいや、変えてないんだけど。変えてないですか？めっちゃショートじゃん。人じゃないマジで。ちょっと入り口まだ来たばっかりなんで、今のうちに。車で確認した時は全然普通についたから電池変えなかったんだけど。なんかこの建物すげえ怖えな。これすごいね。いや、これ危なくねえか。回る時は本当足元とか気をつけないと。そもそも何階建てかが分かんねえな俺。本当にその増改築してて、どこが元なのか、新旧どこなのかっていうのが分かんないですもんね。てかすげえ嫌な、多分お葬式系のやつありますよ。この辺そうだね。この状態で放置されてるって絶対良くないよね、なんか。これだから多分さっきのもですけど、火事後に不法投棄なのか、まあ資材として置いていたのか分かりませんが、ここにまあ言ったら綺麗に集めてるよね。そうですね。整列されてる。その奥も多分なんかここが会場みたいな風に思ってしまうぐらい、ここにもありますね。確かに翔ちゃんの言う通り、これはだって燃えてないもんね、一切。でもこれいたずらで持ち込まれたにしてはもう量は多いからいたずらではないんだろうね。そうでしょうね、きっと。もともとホテルにあったものなのか。もしその営業中にもこういうセレモニーとかね行われていたならば、まあ分かる気はしますけどね。だからこっち側も実は燃えてない。ちょっとホテルの内部が非常に広いので、ここら辺でちょっと二手に分かれたいなと。わかりますか？長尾さんと内田さんでこっちの方から僕の方かい？自分たちは反対方向行ってみますか。はい。まあちょっと全貌がわからないというか、広さがそもそもどれくらいなのかが全くわからないんで、多分足元もそんなに良くないから、まあなんかあれば連絡できるように。電波あるもんね、一応。電波はそうですね、立ってはいます。30分後ぐらいにさっきの階段の広場のところ集合しましょうか。あちらになりました。OK です。ということで、じゃあ我々は反対方向からちょっと探索してみましょうか。いやー、これはちょっとやだな。そもそもここが山の上じゃないですか。で、今日すごい霧がかってて、もうね、全く周りに人気ない。ゼロ。超怖い。一回ちょっとこの階を回ってみますか。そうだね。とりあえず行けそうなところ、まあ行けそうなところはいっぱいあるんだけど。ここが集合場所ですね。30分後にここに長尾くんチームと合流すると。びっくりした。びっくりしたなと思った。なんか書いてある。金に雨って書いてあるね。何か部屋なのかな。部屋の名前にしてはあんまり聞かないネーミングですけどね。そうだね。客室ですか。
まあでも1階だからな。うわでもこれ床取ってあるから、まあ、やっぱ壊そうとはしたのかな。この奥行ってみますわ。はい。マー君これ足元マジで気をつけてね。ちょっと待って、俺が渡り切ったら OK って言いますんで。すごいな。はい、どうぞ。全貌がちょっとわかんないですよね。あ、2003年。2003年。あ、併用した年の。新聞だ。ちなみにですね、調べたところによると、厨房での霊現象がすごいらしくて、厨房も探していきたいなって感じなんですよね。なるほど。うわいやーちょっと待って。うわ結構広いなここ。いやこんな奥行きあんの？マジかよ。マジで嫌なんだけど。あ、階段がある。うわ怖えこれ。おっとさっきからそのちょいちょい聞こえる足音みたいな音はなんだ？なんかコツコツって聞こえるんだよな。ちょっともうやめてよマジで。うわもうなんかすっごい広い部屋。どうする？行ってみますか。何？守りかな。おいちょっと待ってくれよ。もうやめてその音。すごい音しません？すっごいする。ちょっと待って。ちょっと待って、マジで音すごいよ。ボトン以外にもこの中入るといろんな音聞こえる。うわちょっと待ってなんかパサパサとかガサガサとか、なんか人が動くような音しますよね。多分今このボンみたいな音が入ってると思うんだけど、中入るとなんか細かい音も聞こえるよ。不規則なんですよね。うわ広いめっちゃ広い。うわちょっとめっちゃ広い。うわすごい音した今。ここら辺はもろに火災の影響を受けてますね。燃えてるね。もうすごい、これはすごいよ。ほらもう多分もうね溶け出しちゃってるもんね。ここ厨房っぽいっすよね。だってなんか冷蔵庫みたいなのもあるし。そうだね。うわすっごい奥行きあるけど。うわてかちょっと待って、これなんだ？床かこれ。これあれだ。2階に繋がってますね。階段を潰してるんじゃないですかこれ。そういうこと？もともと階段があったけど取り壊したここだけ。そうだよね。階段があってもおかしくはないと思うんだよ。2階に何か運ぶために階段があるっていうのは別に不思議じゃない。なんかそこの扉もなんかおかしくないですか？これ閉じてたものをこじ開けられた。すごいね。これしかも内側から壊してるんじゃないですか。瓦礫が向こうに行ってるってことはこっちから壊した。これ扉じゃないっすよね。だってこれは閉じてましたね。しかもだいぶ頑丈に。ここだけ開けたんだ。なんかその厨房は出るっていう話言ったじゃないですか。でこれ1階の不自然に破壊された壁というか、多分ここでもコンクリートの作り的には多分元々はあったんですよ扉が。でも閉じたんですよね。で廃墟になってから多分破壊されてるんですよ。で2階への階段も潰されてる。これ黒いおじさんと関係してたらめちゃくちゃ怖いですけどね。ちょっと奥も行ってみましょうか。相当広いぞこれ。
やーでもちょっとかなりねガラスの破片が落ちてるからこれ気をつけないとだね。これやっぱ配膳用のエレベーターですもんね。うんそうだね。やっぱここ厨房なんですね。ここに4階まで書いてある。4階まであるんですかね。どこ行ってどう繋がってるのかわかんねえな。なんか本当に。ああ、なるほどね。あ、これはもうでも多分速攻で作っちゃった感じもしますね。まあ増改築だけど、確かにこの通路の幅に対しての扉のこの感じはちょっと。だからこういうちょっと壁というか、新設っぽいですよね。あ、そこちょっと穴あるから気をつけてね。右側。こっちは外か。これやばくない？どうやって進めやいいんだ。ちょっと一回外から出るか。ちょっと見てみるか。ああ、なるほどね。はい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 。なるほど。こっちにも建物がある。開業当時は全24室。最初の30何部屋ってやつがこっち側ってことかな。かもしれないですね。まあ大体こう増改築して新しくした方は多分入ってきたでかい方かな。こっちがそしたら旧館？旧館かもね。あ、でもまあそうだろうな、この感じは建物の内装的にも。うわ、めっちゃ鳥肌立ちます。こっちあんま物ないね。何もないよ。エッチなビデオ。中身入ってる。ちょっともう一回外から見てみる。建物の幅としてはもう一個奥にありそうなんだけど、こっちから行けないんだよな。そこで止まっちゃってるから、この旧館も営業として使われてたのかっていうところがちょっと気になりますが。まあでも旅館、何の音だ今。聞こえた？聞こえた気もする。でも旅館によっては旧館とまあ新館っていうので使い分けて営業してるところもあるし。うわ、これでもすごいよ。でかいよ。2回来ましたね。あ、もう207。うわ、すごい、ここ。ああ、でも部屋ですね、これは。和室、昔の感じだね。景観もクソもないな、この部屋は。壁が。そうね。まあでもそりゃね、何部屋もね。これがだから旧館か。今のその窓の壁の作りとかを見ると、こっちは旧館だったんだなというふうに。7でしょ。1、2、3。数合わないな。34部屋目。207って今の45ぐらいしかない。今4部屋ぐらいしかなかったのに。これは3階。洗面所？洗面所だけど、こっちにもあるな。鏡がそのまんまだな。こっちはさっき入り口は確かにその落書きとかありましたけど、こっちなんもないの？ 307。うわー、やだね。ああいうの見ると。どうした？いや、兄弟があるんですけど、もう古い兄弟ですよね。嫌ですね、なんか。今のが37、38？
39、あ、増えていってる。ということは奥にもう一個あるってこと9、10、8、7、7で止まってるでしょ。ね、確かにここがね、広いのよ。うん。もう一個奥にあるってことかな。こっから見て、あ、いや、あるね。隣の塔があるわ。何に塔が。うん。いや、待って、でかでかいよ。すごいっすね、この辺作りがなんか。またこっちにも部屋あるし。我々まだ1階ですよ。いやこれ迷うぞ本当に。うわちょっと待って、すっごい分かれ道が。こっちはこっちで奥あるでしょ。でこっちはこっちでまだ向こうがあるでしょ。でこっちもあるのよまだ。こっちもねテラスと奥があるのよ。とりあえずまっすぐ行ってみます。あ、物理的な。そうだ。あ、その辺に積み上がってる木とかもあるんですよね。こんなとこに押し込まれちゃって。うわーちょっと待ってくれ。なんだこれ。これは何ですか。外じゃん。外だ外。外。でもそこなんか建物ありません？道があるけど。ほらこっち側は外ですよ。建物あります。本当だ。建物あるな。30分経ちますかね。まだ。まだね。あと多分5分ぐらいじゃないかな。32部屋。2部屋足んない。で、あっちか。うん、あ、ここで途切れてる。で、こっちの部屋がある。うわ。行くか、これ。行きます。枝いて。マー君気をつけて。マー君通ったら先通って。離します。はい、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあこっちだ。なんかアパートみたいな作り。うん。1階。畳、部屋。で、こっちが旧館。あ、違う、旧館のもう一つの方。で、部屋。部屋。なんだ。で、そっちにも部屋があって、104って書いて。で、102で、103。名前書いてある。これあれじゃないの？宿泊した人の名前なんじゃないの？何々さんの部屋ここですよみたいな。まあなんとかの間とかもあるけど。はいはいはい。名前を書いてたらないかな。なるほどね。いいかな。まあプレートに名前があるってことは、まあ宿泊される方のお名前だったんじゃないかな。この部屋ですよっていうのは。うん。うわ、すごいな。これはもう増改築がこういうことになってしまうのか。ちょっと待って。さっき建物確認。あれ？これ建物っすよ。あれ？いやここ見てない。これ見てないですよね。どこから来ました我々？こう来てまっすぐ行ったからここは見てないはず。ちょっと待ってなんかちょっと急に雰囲気違くない？いやそうなんですよ落合さん。大量のアダルトビデオが、しかも VHS っすよ。これはちょっと良くないっすね。これは良くない。ちょっと待ってくれよ。かなり年代もんだね。この先は増築だ。ああ、やっぱそうなんだ。こっちもじゃあ増やしたんだ。じゃあもうこっちのこのコンクリの方だけで、こっち側は増築した最初で大きい方その後作ったのかな。だからここが大元。2番目
で3番目、うわ水がすごい、水溜まってる、うわ水溜まってる、めっちゃ危ない。あ、これは植えないのか。ああ浴場だ。でこっちに休館が見えて、であでこれトタンか。ははははは。なるほど。であっちにずーっと続いてると。うん。ちょっとそろそろ一回戻った方がいいんじゃないですか。どうか。あれ方向ってどっちでしたっけ？方向はね、俺もちょっとよくわからん。あっちの方。まあこ大雑把に言うとうこんな感じ。そこからはいけないんですかね。繋がっててもいいはずですけど。一応部屋はあるけど、うわーちょっと待て、めっちゃ木だよ。なんすかここ。事務室って書いてあるね。事務室って言ってもここ部屋じゃないっすよ。押し入れっすよね。ちょっととりあえず長尾さんのところに急ぎましょうか、一回。急ぎましょうかなんだけど、いやちょっと待って、これごめん、来たことないけどここ合ってる？大丈夫？戻りますか。でも方向的にはそっちですよね。うわやばい、これちょっとわかんないぞちょっと待って、本当に分かんない。これマジでわかんないぞ。ここなんてもうプレハブみたいな。つなぎ方がなんかすごいっすね。こっからどこも行けないんですか？ああ、一応こっちに通路あるけど行ってみる？いや結構迷路だねこれ。本当に何も分かんなくなりますよ。ああ、ちょっとね全体の多分地図とかないけど分かんない。そうですね。うん。あ、そういうことか。あ、分かったここに出てくるんだ。そのおじさん黒いおじさんが住んでるっていうのはどうなんだろう。そのさ黒いおじさんってさ、まあ多分翔ちゃんも気づいてるかもしれないんだけど、全焼して亡くなった人じゃないかな。考えすぎ？いやそのね火事で、残念ながらもし亡くなってる方がいらっしゃるのならば、いやっていうのも火事で亡くなってしまったならまだしも、いや住んでるっつって、いや違う、ぶら下がってるって言い方してたじゃないですか。一回戻りますか、入り口に。よいしょ。火事で亡くなったってよりも燃やされてしまったならば、何の音？燃やされてしまったならば、何の音？屋上でぶら下がってる。いやぶら下がってるっていうのはなんか嫌な想像ですよ。吊るされて燃やされてる、火事というかその焼身、その真っ黒い人、例えば焼身よくあるような話ですよ。あとは釣り、それもじゃないですか。じゃなくて吊るされて燃やされたとするならば、その霊がいてもおかしくないかなって。落合さん。はいあ、来た。今ちょうど。よかったマジで迷路だなこれ。おじさんが住んでる、黒いおじさんが住んでるっていう話。火事で死んじゃった人のね霊が出てきた。で真っ黒焦げに焦げてしまった。いや違うよ、おじさんがぶら下がってるっていう話も、ぶら下がってるっていうのも手でぶら下がってるのか、黒いおじさんっていうのが吊るされて燃やされてるとするならば、これはではないですよね。2階への階段も潰されてて、増改築の弊害？本当に大規模な火災だったんだな。マジで迷路っすねこれ。これは迷路だね。ちょっと待って、端に引っかかってるの何それ。でも階段あったんだやっぱり。ちょっと3階行ってみますか。3階行きますか。めちゃくちゃ上ある。エレベーター4階までのボタンしかなかったっすよね。そうだし、これ以上
階段ないってこと？階段がない。これが最上階？違う。屋上で吊るされてるんです。吊るされてる。黒いおじさん。でそれの謎が解けるかもしれない。